皆さんこんばんは、上野イエスホームアンダーウェイ、いよいよ始まりました。どうもどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。映りましたね。映りましたね。今日は動きすぎてはいけない上野イエスを哲学するということで、遊牧民はこう家持たないからあの人たちは動いてるっていうことじゃないの、千葉さん。そのフレーズですか、いきなり。動くっていう言い方は、なんていうの、メタファーで、言い換えると接続っていう言葉に言い換えちゃっていいと思うんです。だから動きすぎから接続しすぎっていうことですが、つまり何かに変わるっていう時に、その行く先っていうか、それに関連する要素があまりに多すぎたら、何にでも なってしまうということは何にもなれなくなるでしょう。岐阜にたくさん作品があるので来ませんかってこう千葉さんを誘いました。これはすごい。ちょっと展示室にこう並べてプチ個展みたいな形で千葉さんにこう見てもらって、でなんか美術の場合は今はやっぱり一つのなんかこう特殊な空間を作るみたいな役割はあると思っていて、はい、佐久間さんお久しぶりです。とっても久しぶり。とっても久しぶりです。羽田さんは写真家としてコロナ禍というこのね動いちゃいけない不要不急だよと言われている中でカメラ片手にこう表に出てったのがこの写真集ってことだよね。不謹慎な写真集ですね。今回の東京の街も普段に比べればだいぶ音が消えたということもありますけれども、人間っていうのは本当にうるさい動物なんだな。ノイズ好きというかね。だから何を持続可能にしたいのかっていうことを明確にしなきゃいけないんじゃないかなと僕は思います。それでもどうやったら幸せに生活していけるだろうか、暮らしていけるだろうか。その方策っていうのも真剣にもう考えないとダメなところに来てると僕は思ってますけどね。ファッションを軸にしてものづくりの本質的な部分だったりとか自分の、表現者としてのルーツってことが発見できるようなところとして2008年からやっております。とりあえず成田空港に夜10時に来いって言って子どもたちはやってきて入ってチケットを渡されてたどり着いたところがインドのアーメダバードっていう貧困地域ガンジス川を通って北のデリーまで1週間旅をするんですけど、子どもたちは真面目に太陽光パネルはないか油田はないかって探す。でデリーについてあったかっていうとありませんでした。もうどうだって疲れました。もう本当にヘトヘトです。何に疲れたんだって言ったらもう人のエネルギーがすごいですねって。そうかすごかったかね、この国がどうなるか分かるかって、日本ってやばいですねっていう、こういう哲学的な旅。そんなところに自分も行きたかったです素敵なロケットですね。で去年ちょっと振り返りたいと思います。去年のフローティングノマド、山田さんのファッションショー、じゃあ上野公園で何ができるかということを考えました。そのタイトルのフローティングノマドって部分で水面を歩きながら浮遊しながら歩いていくという。いや非常に面白いショーだったし、コレクションとしてもコンセプトとしても完成度高かったと思います。もうそこと今の噴水の間の、ところでホームレスの方々が週に2回、今はテントとかないですけれど炊き出しに来られる、そのファッションって表向きはすごく華やかですし楽しいもので、逆にちょっとそれを利用して実はその背景の後ろ側には実はこういう歴史があって、それはもちろん悲惨な歴史もあるし知るきっかけになるっていう装置にも僕はファッションというの可能性を感じて いますね。ファッションというものがまた新たな役割を果たせたらいいなと思うし、また逆に果たせるようじゃなければファッション生き残れないと思う。ちょうど自粛期間3月の末から約1ヶ月ぐらいなんですけど、毎日なんかステイホーム私服チャレンジっていう名前にして自分が今日こんな服を着ますっていうことを
インスタグラムのストーリーに載せていったんですけど、決してこれ私がこの一日この服で過ごしますよっていうことではなくて、まあ、露出しすぎかなとか、なんか気合入りすぎかなとか、こう、なんか思ったより、もともと外で結構こう気兼ねしてたんだなっていうことに気づいて、そういうことを気にせずに、まあ、自分と服との対話ができたかなと思っています。この取り組みについては。その気持ちわかります。これで着替えて行こうかなと思ってもちょっとって言っていつも出れない服がある。けれども2人のようにそれを自撮りして発信する勇気はない。声を出したいと思っていて、マジョリティと溶け込めない人同士がつながりやすい状況はなんとか努力して整えることに頑張りたいなっていうことは感じました。荒木さんは今度横澤さんの洋服を着て現れるのではないかと。いやもうね、実は早速買いたいやつがあるんですよ。そうなんですか。上野って知ってる皆さん。文化の集結している街っていうブランディングだけじゃなくって多様な人たちが集まってくる、そういう街が上野なんだっていうのがこの上野イエス。ホームレスの人たちのダンスチームです。でホームレスの人たちが上野公園を、彼らの拠点ですけどね、そこで踊っている。他の人たちとの間に我々が持っている資源を共有していくということが大事で、こういったパフォーマンスイベントを香港の公共の場で行っています。これはもう見て皆さん分かりますけれども、ウイルスですね。でこれをもう全部燃やしてもう消し去ってしまう。で我々のクリエイティビティをこの伝統を儀式と結びつけると、このような形である意味アートセラピーにもなるわけです。気候変動の壊滅的な影響、私たちの連帯はどのようなものでしょうか。つまり我々には脆弱性があり、そしてそれがみんなによって共有されているという現実。日本海外みたいな考え方とかが全部取っ払われてしまって、じゃあその今あるコミュニティとかこれまでの関係者をどうつないでいくかっていうことで、今日はですねドミューンの、配信でお送りいたします。ドミューンの渋谷の宇川さん聞こえますか？はいはい、日比野さんつながってます。それではゲストをお迎えいたします。筑波大学に勤務されております森敦さん、よろしくお願いします。私自身の場合、実際にあるもの、触れるもの、その通りに粘土で形を作って表現をします。ですので、私としても実際に触ったものなどは、聞いたことがあるものなどを形として再現する、表現することが得意です。一応美術館っていうかエキシビジョンを作るんですけど、本当のサウナ作って本当の水風呂作ってで作品を置くんですよ。来たお客さんはサウナ行ってその状態になってで行き来するっていう展覧会をやろうかなと思って今。おまるに iPad 合体してんの知ってた？猪子さん。刷り込みだと思うんですけど、インプリンティングされるような一番脳が柔らかい時期の教育にテクノロジーが入ってきてるの今。よりさ、世代間のギャップじゃなくってより共通した快楽と、欲求がもう見つかってくるっていうのは随のところがつながってくるっていう。おっしゃる通りで、なんか世代間のギャップそろそろ締めてくださいって言いながら話がどんどん盛り上がってんだけども、身体機能と生理機能っていうところにテクノロジーの刺さり方が変わったってだけ。金曜日の夜皆さんいかがお過ごしでしょうか？最高だよね。こちらはまだまだ盛り上がっておりますけれども、今からなんじゃないの？今からですけれども、全然いけるんだけど、みたいな。整ってきました。整ってきました。もう2月くらいの時点で、コロナっていうのは一応ニュースにはなり始めていて、でこれは
僕がこれまで考えてきたことをそのまんま出すだけですごく時代の気分と一致したこととして見てもらえるチャンスなんじゃないかっていうふうに思っていたんで、こうやって作品みたいなものっていうのは作られるんだなっていうふうに思ったりしたくらい。そうなった時にたくさんの人が、まあ僕も含めてですけど、オンラインへとさまよい出てきた。確かにね。でもそこでじゃあ場所って何なのっていう。そうですね。舞台の上に人が演者が集まって、そしてその舞台の上をある一つのこう虚構の場にする必要っていうのがあったんですよね。ちょっと斜めである視点からこう見ている。そしてそこに立ち上がるそのやっぱり幻のような存在たちっていうものも、だから別に僕は身体が剥奪されたみたいな自分の感覚は別にないし、その見てる側が多分その見てるっていう感覚を剥奪されてるんだと思うんですよね。ちょっとこう負の部分っていうものの中にあえてこうアーティストたちのは、まあ言い方ははばらず言うと喜んで入っていく。いろんな人がみんな違うことを考えてるし、そういう違う人が同時に生きてる凄さっていうか大変だけど、これが美術の基本的な根拠ですね。僕は思ったのは、そもそもこう10年単位で文化を切り取るっていうこと自体にかなりの無理があるんじゃないかと思ったんですね。言ってますけど、これ我々子供の頃に見た SF アニメの中のテレビ電話の世界じゃないですか。こんなことが実現するっていうこと、実はもっともっと早い段階から実現していたのに、意外と使ってなかったっていうこと。まあそれがこのコロナ禍っていうことで新たに、実を言うと、一つ使えるツールが増えたんじゃないかなっていうか。やっぱりその危機への直面というところから、我々のこう想像力とか創発力っていうのが引き出される場合っていうのは非常にあるように思えて。で上野公園にこう来る人たちっていうのは本当多様な人たちが来て、きっと上野、まあ、谷中も含めて、すごく懐の深い街だなっていう。やっぱ人が面白いです。人間観察してるだけで結構楽しいので、観光資源みたいな感じ。それがね、すっごくお天気が良くて、生きてるって感じだよね。生きてるって感じが、アメ横やっぱ生活って感じがしていいんですよね。これも食べ歩きできるんですよ。貝を串に刺して。貝、あれ何今何の串？それめっちゃいい。何の串焼き今？はい、牡蠣の串焼き。牡蠣の串焼き。なんか単に飲食っていうよりは、街に店があるっていうのがやっぱり社会におけるコミュニティサービスだったりとか、私にとってはなんかインフラの一部って言ってもいいんじゃないかなっていうの。今日はね、こんにちは。上野の山の素晴らしさ。はい。これはですね、明治以降西洋文化にね追い越せということで、まず文化芸術をもってですね、日本の素晴らしさを伝えたいですけど、上野公園っていうのはまだ公園ではないんじゃないかなという気がしちゃうんですよね。塀が多すぎるというか。各館長この後来ていただきますから、まず僕じゃあ全部確認しておきます。塀取っていいですか？一つの大きな文化遺産、歴史遺産でもありますから、東博っていうのは公園の中でですね、公園の景観あるいはその環境を形作るものとしてですね、公園とうまくマッチングできるようにですね、いろんな工夫はしていかなきゃいけないなと思ってます。全部そこの前庭を普通にみんな行き来して彫刻と建物を見てほしいというのが一番最初の彼の図面に出てるんです。地域文化とねすごく密接な関わりを持ってる。これもまたちょっと特別な場所じゃないかなと。バーチャルリアリティのいろんな工夫ですね、3D ビューも使ったりですね、これはコロナがなかったらこんな早く進まなかったと。上野には、ミュージアム、動物園含めて、いろんな文化施設があるということがまずはとてもこれは、上野の特徴であるということで、でもそれ以上に魅力なのはそこに訪れるさまざまな人たちと出会うっていうことが上野の魅力であると思います。それを文化として上野の文化の森、上野イエスはこれからも発信していきたいと思います。